はい、皆さんこんにちは、竹ライダーです。忍者250に試乗しましたんで、Z250 オーナーとして振り返っていきたいと思います。川崎の 250cc スポーツタイプで、この2つどっちを買えばいいのか悩んでる方も多いと思いますんで、もう結論から言ってしまいますが、忍者買いましょう。ご存知ない方もいらっしゃると思いますんで、まず忍者250と Z250 がどういう関係なのかについてですね、これは姉妹モデルと言いますか、簡単に言えば忍者250のカウルを取っ払ってネイキッドタイプにしたのが Z250 ですね。そういう認識で大方間違ってはないかと思います。両者は姿形が違うだけでベースは全く同じなんですよね。エンジンも同じものを使ってますし、スペック表を見比べてもほぼ違いはありません。あるとしたら細かい車幅とかトレール量だとかその辺のちょっとした違いぐらいですね。スペック表をこうやって見比べてて、お前ら仲ええのってなりました。3、2、1、GO!そのくらいスペック上では忍者と Z は同じようなバイクなんですよね。スポーツタイプであるかネイキッドタイプであるかというだけの違いです。では実際に乗ってみてどうなのか、ここが大事になってくるわけですね。はい、話していきます。はい、まず忍者に乗ってパッと感じたこと、それはですね、全然 Z とちゃうやんけってなりました。そこはさすが SS とネイキッドの違いということですね。いくら車体が同じ、エンジンが同じとはいえ、やっぱりジャンルが違うとバイクは違うもんですね。乗車姿勢の違いが大きいのかなとは感じます。ただ6時間ぐらいは忍者に乗ってたわけですけど、乗れば乗るほどになんか言われてみれば Z と同じなんやなって、エンジンの振る舞いとか確かにベースが同じと言われてもおかしくはないなって思えるようにはなりました。乗った瞬間は全然違うって感じだけど、乗ってるうちに同じ車体やなって実感していったって感じですね。はい、それでは忍者に乗って感じた Z との違いを3つ話していきたいと思います。はい、1つ目は SS 独特の感じです分かる人には分かるでしょ。 SS とかフルカウルに乗る楽しさっていうのがありますよね。興奮する感じ、テンション上がる感じ、優越感、そういったうまく言えないですけどバイクに乗ってるぜっていうような気持ちにさせてくれるのが忍者では大いに味わえました。 Z に乗ってる時は感じられないような特別な感情っていうのがやっぱりありますね。めっちゃ分かりやすく言うと忍者の方が楽しかったです。はい、それから2つ目、忍者の扱いやすさは抜群でした。扱いやすさという観点では Z250 はかなり優れてると思うんですけど、忍者がさらにその上を行ったので正直めちゃくちゃ驚きましたね。ステップ周りとかハンドル周りの操作性っていうのは同じような感じなんですけど、あれですね、体のポジションが完璧でした。試乗動画でも言いましたが、過去最高に僕の体にしっくりくる車体でしたね。前傾度合いに関して Z250 はネイキッドの割にはやや前傾してるんですよね。忍者250は SS の割には体が起きてるんですよ。つまり前傾度合いはどちらも同じぐらい。どうせやや前傾してしまうのならば、僕は SS のセパハンの方が楽かなと思います。実際に楽でした。楽で扱いやすいって最強ですよね。忍者250は長距離走行も得意だと思います。 Z は扱いやすいですが乗車姿勢が楽かと言われたらフルーツロードですよここまた通ってるわ。はい、それでは違い3つ目、心なしか忍者250の方がパワーがあるように感じました。心なしか、これ大事。同じ車体なんで僕の気のせいかもしれませんが、加速感とかスピード感、そして何よりバイクのポテンシャルですね。まだまだ速度出せるぞっていう感じ、その感じが忍者の方がある気がしました。さすがスポーツタイプと言っていいのかな。気のせいだと思いたいですけど、あとエンジン音も忍者の方がかっこよく聞こえるんですよね。何なんですかねこの感じは。物理的な根拠がないんで何とも言えないんですけど、やっぱり実際に乗った時の感情っていうのは大事だなって思いました。はい、違いとしてはそんな感じです。はい、気づいた方もいらっしゃると思いますが、忍者を褒めてしかないんですよね。 Z の利点がないだとバカな、そんなわけあるかということでですね、忍者に6時間ほど乗った後、Z にまたがって思ったこと、正直何とも言えないなーって思いました。忍者が素晴らしいバイクであったことは間違いないんですけど、 Z は Z で扱いやすいな、これはこれでバイクやんってなりました。その点はちょっと安心しましたね。はい、で忍者250か Z250 どちらにしようか迷ってるという方がいらっしゃいましたら、私から言わせていただくのはただ一つ、忍者を買いましょう乗り比べた僕が言うんだから間違いないと思いますよ。なんて傲慢なことは言いませんが、見た目のかっこよさももちろんそうですけど、パワーとかスピード感、あと乗り心地とか扱いやすさ、どれをとっても忍者の方が良かったんじゃないかなって思います。逆に Z を選ぶ理由を探す方が難しいとはいえ、Z250 のオーナーとして Z を選ぶ理由を強いてあげるとすれば、単にこのストリートファイターの見た目が好きな方、少しでも初期費用を抑えたい方、Z の方が3万ちょい安いですね。それから僕みたいな感じで人気すぎるバイクには乗りたくない、人と被りたくないっていう方、Z を選ぶ理由はそんな感じになってくるかなと思います。あれこれ言いましたけど、結局そのスペックは同じバイクなので、
もう気持ちの部分かなと思います。さっきの比較に関しても僕も感情的なことしか言ってませんでしたよね。結局 SS のあの感じを味わいたいのかそうでないのかといったところに尽きるんじゃないかなって思います。それこそ自分がバイクに求めるものですね。そういうことで吟味していただければいいかと思いますが、僕はどっちを買うかって言われたらバイクのものだけを見れば忍者を買います。それぐらい優れたバイクだと感じました。 Z250 乗りとして悔しいかって言われたら別にそんなこともないんですよ。僕も全然バイクの知識がない状態でなんとなくでこの Z250 を買いましたから、当然自分のバイクが一番やとは思ってません。世の中もっといいバイクたくさんあると思います。まあ自分が乗ってるからといって Z250 を過大評価するのもおかしな話なんで、これからも思ったことをできるだけ正直にお伝えしていければいいなと思ってます。ただ今回愛車の方が優れてるなと思えた点が一つも見つけられなかったのがちょっと残念ですね。 Z250 オーナーの皆さん、忍者よりもこういうところが優れてるよっていうのがありましたらぜひコメントください。余談ですけど、忍者とニダブを比較した場合、より高性能でハイスペックでスーパーマシンを扱ってるという気持ちにさせてくれるのはもちろんニダブです。さすが高級バイクと言えるだけのことはありますね。ただ体にしっくりくるとかポジションが楽、扱いやすい、そういう観点では僕は忍者250好きですね。値段もまあまあ普通ぐらいなんで売れる理由も納得です。はい、まあこんな感じで Z250 オーナー目線で忍者250比較していきました。あくまで一ライダーとしての意見ですので、実際にまたがって確認されてみるのが最も確実かと思います。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。